もし二度と日の光を浴びられなくなってしまったら、あなたはどうなると思いますか？世界には実際に日の光を浴びられなくなった人が存在するんです。遡ること6年前の2017年、ブラジルセアラー州ポルタレザ。分厚いカーテンを小さく開き、昼時で賑わう休日の街を憂鬱そうに眺めているその女性はカリーヌ・デ・ソウザさん。彼女はその日、久しぶりに街まで買い物に出かけるつもりでいました。しかし、今日は雨が降る予定だったのに、これじゃあ出かけられない。そう言って大きくため息をつくと、カーテンを閉め、部屋の奥へと戻っていくカリーヌさん。彼女はそこから数時間、薄暗いこの部屋から出ようとはしませんでした。そして、ようやく暗くなったわね。やっと外の空気が吸えるわ。すっかり日が沈んだその頃、カリーヌさんは意気揚々と街へ繰り出します。しかし、街中の店はすでに閉まり始めており、彼女の目当ての買い物ができる様子ではありません。カリーヌさんはなぜ、その時間帯まで家を出ようとしなかったのか。それは彼女が、日光を浴びると死んでしまうから。日光を浴びると死んでしまう女性、カリーヌ・デ・ソウザ。彼女は日中外を出歩くことを決して許されません。しかし、そんな暮らしの中で、カリーヌの勇気ある行動で、彼女は自分の人生を一変させたんです。おざす、黒髪にしたよ、ケンちゃんです。黒髪っていうより茶色じゃない？やみこです。もうね、わかるんですよ、やり口。一回会話した風のフェイントで挨拶するんだろうなっていうね。あ、こいつなんか次これ言うなってだんだん分かってくるじゃないですか。なんかジョジョでもあったじゃないですか。次ヤミコは、オスオスって言う。あちあち。はい。本日ご紹介するのは、日光を浴びると体に異変をきたしてしまうというね、二人の女性についてなんです。僕は何も浴びなくても噛んじゃうんですけど、浴びたら噛む人間なんていないから、普通に考えて日光ってさ、浴びないとなんか人間狂うみたいなこと言うじゃない、逆にそれね、浴びちゃったら異変きたすってどういう症状なの？今回取り上げる2人の女性は別々の症状なんですよ。で、1人目はインドに住むね、農村の年配の女性なんです。そして実はね、彼女、村人たちから話題にされてしまうほど目立つとある方法で日光から身を守っていたんです。湖の精霊。一つ目の話の舞台は、遡ること1年前の2022年、インド西ベンガル州。パタルニさん、今日は暑いね。体調はどうだい？そうやって村人たちからしきりに話しかけられているその女性は、パタルニ・ゴシュさん。ああ、こうしていれば少しは楽だからね。パタルニさんは周囲の村人たちに明るく笑いながら爽快します。そして彼女のもとへ村人たちが集まっていることには、とある理由があったんです。さて、そろそろ夜になるね。家に帰るとするか。一言そう言うと帰り支度を始めたパタルニさん。彼女が頭から被っている白いベールと身につけた衣服はずぶ濡れの状態になっていました。そう、実はパタルニさんは今まで湖の中に浸かっていたんです。そして彼女のその行為はただの水浴びにしては少し行き過ぎていました。なぜならパタルニさんがこの日水中にいたその時間は12時間以上。彼女は毎日日の出前に湖へ出かけ、日没までの大半の時間を水中で過ごしているんです。驚いたことにパタルニさんはもう20年以上もこの生活を続けているというんです。12時間ってでも新人類じゃないのよ。水泳選手目指しててもこんないないっすよね。いないわよ、そんなずっと12時間も水の中いる人なんて。パタルニさんはきっとこの村を守ってくれている湖の精霊なんだ。信心深い村人の中には彼女が湖に身を沈める様子を見てそんな噂をする人もいるんです。しかし何が精霊だ、人の気も知らないで。村人の発言に不機嫌そうな表情を浮かべるパタルニさん。それもそのはず、彼女は好きで毎日湖に浸かっているわけではないんです。事の発端はこの時から24年前のこと。1998年、それはパタルニさんが41歳の頃。ああ、もう痒くてたまらない。眉間にシワを寄せながら体中をかきむしるパタルニさん。その場に居合わせた家族は彼女のその様子に困惑することしかできませんでした。困ったな。ここ最近昼間はずっとこの調子だね。そう、この頃パタルニさんは日光を浴びると全身に炎症が現れ、激しい痒みに悩まされていたんです。その症状は医師の診察によれば感染に近い皮膚病。感染はストレスや感染症、肥満など様々な要因が重なって発症するもののため、パタルニさんも
精神や体調に何らかの不調を抱えていたのかもしれません。いや、もう日光浴びただけで体中痒くなるなんてさ、想像つかん。ね、夏場とか特にめちゃくちゃ辛いんじゃない？そうなんです。だからね、パタルニさんはずっと水の中にこう入ってしのいでいたんですよ。あれ、母さんは出かけたの？パタルニさんが皮膚病を発症してからしばらく経ったある日、驚いた様子で父親にそう尋ねたパタルニさんの息子。そう、日光を浴びると体の炎症がひどくなるパタルニさんが日中に自ら外出するなどおよそありえない話だったんです。パタルニさんの息子は急いで彼女を探しに外へ飛び出します。すると、母さん、何をやってるの？息子の視線の先にいたのは、湖の中で顔だけを水面に出したパタルニさん。彼女は安堵の表情を浮かべ、至って穏やかそうにこう言いました。こうしてみると、痒みが引いて楽なんだよ。全身の痒みに悩まされる日々の中で、パタルニさんは少しでも炎症を和らげようと水浴びをするようになりました。しかし、そうやって痒みが和らぐのは、水を浴びたその時だけの話。それならいっそ、ずっと水に浸かって過ごせばいいのだと、パタルニさんは考えたんです。以降20年以上パタルニさんは日中をずっと水の中で過ごしています。食事も家族が水辺まで持参したものを食べており、日没まで水から上がることは一度もないんです。何ってことはさ、その20年経ってもパタルニさんのかゆみとかの症状って治ってないってこと？そうなんです。20年続いてるんですけど、この背景にはね、村のある事情が関係していたんです。20年以上も症状が改善せず、今もなお水中での生活を余儀なくされているパタルニさん。その理由は彼女の症状が不治の病だからなどという話ではありません。実はパタルニさんとその家族は彼女の治療費を払えないんです。そう、パタルニさんは炎症が出始めた当初こそ医師の診察を受けていたんですが、一家の生活は困窮しており、以降病院へ通うことができませんでした。そのため自分だけでもできる方法でそのかゆみをごまかし続けるしかなかったんです。当然彼女のその様子を気の毒に思う村人もいたんですが、支援を募れるほどこの村は豊かではありません。村人たちはパタルニさんを気遣い、日々彼女と話をしに湖に集まるんですが、誰もそれ以上のことはできずにいるんです。20年も水の中でただ座り続ける生活を送っているパタルニさんは、近頃は食欲もすっかり落ちて、米と野菜以外のものは口にしなくなったといいます。もうじき70歳を迎える彼女がそのままの生活を続けていけるのか、不安は募るばかりなんです。まさかね、もう貧困問題が原因だなんてね、私たちだったらね、すぐ日本の医療を受けさせてあげたいって、私たち視点から見ると思うけどね。そうですね。なんか海外の貧困問題って、そう簡単に僕らがね、日本という恵まれた国にいる立場でやっぱ気安く言えないというか、いろんな要素がね絡んで、僕らが見えてる切り口とまた別の事情があるんでしょうね、これって。続いても日光を避け続ける女性を紹介するんですけど、次はですね、炎症とかそういうレベルじゃなくて、日光をもし浴びすぎたら死ぬかもしれないというぐらいのとんでもない症状を持っている女性なんです。暗闇に生きる女。2つ目の話の舞台は遡ることおよそ6年前の2017年12月、ブラジルセアラー州の都市フォルタレザ。いいなぁ、みんな楽しそう。カーテンの隙間から寂しげに外を眺めるその女性はカリーヌ・デ・ソーザさん。12月を迎えた街はクリスマス一色に彩られ、恋人や家族連れで賑わっていました。私も夜になったら出かけよう、そうつぶやくと後ろ髪を引かれる思いでカーテンを閉めたカリーヌさん。その日の日中、彼女はずっとカーテンを閉め切った暗い部屋の中で過ごしていました。そして夜が訪れると、おい、今の女見たか？街へ繰り出したカリーヌさんの方を振り返り、ひそひそと噂話をする人々。次の瞬間、彼らは確かにこう言いました。あれじゃあまるでゾンビじゃないか。その後帰宅したカリーヌさんは街で撮影した自撮り写真を SNS に投稿するんですが、投稿に寄せられるのは危険女、気持ち悪いなどの心ないコメントばかり。彼女はなぜそのような暴言にさらされるようになってしまったんでしょうか。カリーヌさんに異変が起こり始めたのは1992年、彼女がまだ3歳の頃のお話。あら、またシミができてるわね。カリーヌさんの顔を撫でながら彼女の母親は怪げそうにつぶやきます。そう、この頃からカリーヌさんはなぜか体のあちこちにシミができるようになっていたんです。その後もシミは日に日に増え続け、不安を募らせた両親はカリーヌさんを病院へ連れて行きました。すると医師から下された診断は色素性乾皮症。あんま聞いたことない病気ね。なんかシミとかがいっぱいできるとかってこと？それだけじゃなくてですね、他にも様々な症状をね、抱えてしまうものなんですよ、これは。というわけで本日のメトラキーワード、色素性乾皮症について。
色素性乾皮症とは、紫外線によって生じた DNA 損傷を修復できず、過剰な皮膚の乾燥や色素沈着を引き起こす先天性の難病。通常、人の体内では紫外線による DNA の損傷が発生した際に、その修復を行うタンパク質が生成されます。色素性乾皮症の患者は、このタンパク質生成のための遺伝子が欠損しており、損傷した DNA が修復されないままの状態になってしまうんです。色素性乾皮症の患者は、紫外線のダメージによる発がん率が通常の1000倍、早いと10歳前後から皮膚がんを発症するほか、神経症状に発展し、歩行障害や聴覚障害など重大な疾患が頻発する病気なんです。発がん率が通常の1000倍ってもう想像できない数字なんだけどさ、もう日光浴びたら即がんになるぐらいリスクある病気なんじゃないのこれ。いや、そうなんですよ。カレーヌさんがね、日中カーテンを閉め切った部屋でね、過ごしていたのは、この病気のせいだったんです。色素性乾皮症と診断されたカリーヌさんは以降、生活の中で様々な制限を強いられることになります。日中は遮光カーテンを閉め切った部屋で過ごし、出かけられるのは日が沈んだ後か雨の日だけ。そうやって日光を避けて過ごしていたとしても、2時間おきに日焼け止めを塗らなければならないんです。さらにカリーヌさんはわずか8歳で皮膚がんを発症し、以降20年間何度となく悪性腫瘍の切除手術を受けなくてはなりませんでした。彼女が行った手術の回数はなんと200回以上。手術によって下唇や鼻の一部を失うなど、外見にも大きなハンディを負うことになったカリーヌさん。街行く人々に冷ややかな視線を向けられることも決して少なくはありませんでした。昼間に出かけることもできないし、出かけたら出かけたでね、そういうキーの目で見られちゃうし、なかなか外に出歩けない状況よね。気がめいっちゃうのがね、普通ですよね、この状況だったら。でもね、この後ね、カリーヌさんに思わぬ転機がやってくるんです。そしてそれが彼女の勇気ある行動がきっかけでした。真実の愛。このままじゃいけない。みんなが私を気味悪がるのは、きっとこの病気がよく知られていないからよ。自身の人生に絶望していたカリーヌさんがそう思い立ったのは、彼女が28歳を迎えた2017年のこと。カリーヌさんはこの頃から SNS 投稿を始め、自撮り写真とともに自身が患っている病気のことも包み隠さずに発信することにしたんです。そうやって前向きな投稿を行っていても、コメント欄にはこれまで彼女が浴びせられてきたような誹謗中傷がたびたび寄せられてきました。しかし一方で、カリーヌさんの病気のことを知り、彼女にエールを送る人も増えていったんです。そして迎えた2018年1月、この人はなんて強い女性なんだ。カリーヌさんの投稿を眺めながら感心した様子でつぶやいたその男性は、ブラジル第2の都市リオデジャネイロに暮らすエド・ミューソンさん。エドさんはそこからすぐにカリーヌさんと連絡を取り始めました。そして約5ヶ月のやり取りの末、惹かれ合った2人は交際を開始。エドさんはカリーヌさんと暮らすため、故郷から約3000キロ離れたポルタレザへ移住します。さらにその後の2019年7月、2人はめでたく結婚。醜い私を愛してくれる人なんてきっと一生現れない。そう思い続けてきたカリーヌさんにとって、まるで夢のような日々が訪れたんです。ほんと勇気出して SNS 始めてよかったわね。そうだからですね。本当に世界にはそうやって内面の美しさを見てくれる人もしっかりいるってことよ。みんながみんなではないとはもちろん思うんだけど、そうですよね。なんかどんな状況でもね、糧にしてね、例えば SNS って子供にとってはマイナスだとか、なんかいろいろあるんですけど、今回はね、いい側面もあったっていうことで、僕らもね、SNS とか YouTube なかったら何してたんですかね。俺多分ハワイでアイスクリーム屋かな。老後みたいな生活なんでじじいじゃねえよ。話はね、戻るとね、エドさんはカリーヌさんのね、内面にこう惚れたわけなんですけど、これでめでたしめでたしとはいかないんです。じゃあやるよ。いいね。2020年8月、夫のエドはいつになく神妙な面持ちで妻カリーヌに声をかけた。ただ一言、そう言ってうなずいたカリーヌ。彼女の後ろに立つ夫のその手にはバリカンが握られていた。夫エドがバリカンを走らせると、長く伸ばしたカリーヌの髪の毛は次々に床へ落ちていく。女性にとって髪を失うことは耐え難い苦痛に思えたが、それでもカリーヌの表情は毅然としたものだった。そして全ての髪を剃り終えた夫エドはカリーヌの肩をそっと抱くと静かにこう言った。大丈夫。手術は絶対に成功する。僕がついてるからね。これまで200回以上の手術を行ってきたカリーヌさんですが、それらは全て皮膚表面に現れる癌でした。しかし2020年、カリーヌさんの癌はついに頭蓋骨へ転移。彼女は31歳にして、これまでで最も困難とされる手術を余儀なくされたんです。幸いにも手術は成功したんですが、術後の回復には相当な苦痛が伴ったといいます。そしてカリーヌさんが患っている色素性乾皮症の症状を踏まえれば、この先の人生で彼女には同じような困難が何度となく現れるでしょう。ただそれでもカリーヌさんは前を向
向き続けています。彼女の SNS には未だにエドはカリーヌが金持ちだから結婚した、話題作りのためだろうなどの誹謗中傷が絶えません。それらのコメントに対しカリーヌさんは笑顔でこう言うんです。悪口を言ってくる人は多いけどコメントは全て読んでるわ。この人たちだってもっと愛を持って人と接することができるはずよ。自身の内面の美しさを認めてくれる夫エドさんとの出会いで真実の愛を知ったカリーヌさん。暗い過去から幸せになる道を見出した彼女だからこそネガティブな感情をぶつけるアンチにも寛容に接することができるのかもしれません。